皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。皆さんは本屋さん好きですか？私は本屋さんに行くのがすごく好きで、もう趣味と言ってもいいくらいです。特に読みたい本とか買いたい本がなくても、常に本屋さんに行きたいです。むしろ読みたい本がないからこそ本屋さんに行くみたいな気持ちです。読みたい本を探しに本屋さんに行きます。いつもふらふらと本屋さんに行っては、いろんな種類の本を見て、気になる本があったら買っていったり、本の名前をメモして帰ったりしてるんですけど、最近今までとは違う楽しみ方をしています。それは、新書コーナーを回ることです。本屋さんの中の新書がたくさん置いてある場所で、最近よく本を見ます。新書っていうのは、縦が173ミリ、横が105ミリの本です。本にはジャンル以外にもいろんな種類があって、本のサイズでもグループ分けされます。例えば文庫本というのは、縦が148ミリ、横が105ミリのサイズの本で、小さいのでポケットとかに入ります。私の知り合いに、出かけるときは絶対に本を持っていくのに、カバンを使わないって人がいるんですけど、その人はいつもズボンのポケットに文庫本を入れてます。大きめのポケットだったらすっぽり入るんですよね。そのくらいのサイズ感の本です。で、この文庫本は小説とか古典っていう古い作品を扱ったものが多いんですけど、新書はちょっと専門的な科学の話とか、歴史の話とか、日本語について説明してる本とか、そういうのが多いんです。最近私がハマっているのがこの新書です。でも専門的な科学とかの話を読むのにハマってるということではなくて、本屋さんの新書コーナーで、ただ新書のタイトルを眺めるっていうことにハマってます。小説のタイトルは、小説の世界を表現するようなものが多いですよね。でも新書のタイトルは、例えば、日本語はどうして難しいのかとか、どうして人はお腹が空くのかとか、なんか質問みたいな文も多くて、新書のタイトルを見てるだけでも考えさせられるんです。単純に興味の範囲が広がったっていうのもあるかもしれませんが、タイトルを見るだけでもすごく楽しいです。最近は哲学とか心理学の話にも興味があるので、より新書コーナーが好きになっています。気になったものは実際に読んだりもしてます。ちなみに今は日本語の発音の歴史についての本を読んでいます。発音の分野大好きなので、とっても面白いです。今の日本語の発音とは違う昔の発音について、その本で勉強しています。以上、私の最近のマニアックな本屋さんの楽しみ方でした。本屋さんには、今日ご紹介した新書コーナーもあるし、小説とか雑誌とか、あとは漫画のコーナーもありますね。皆さんが本屋さんで必ず見るものは何ですか？ぜひコメントで教えてください。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。